こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。新春のご挨拶を済んだ中、この羽生内久亭は1月4日から恒例の新春盆栽展が繰り広げられています。春のことほぎ、初春の祝い、早春の盆栽水石の世界、さまざまなものをおめでとうございますの気持ちを込めて多くのお客様をお招きしています。今日はその新春盆栽展の中をご紹介させていただきます。お楽しみください。新春盆栽展のまずは中央を飾る応接展示です。お客様とおめでとうと、今年も良い年になるといいな、そんな楽しい会話をする場所です。そこには今回は大きな松と掛け軸、そして石に梅、春らしい飾りをしてみました。床の間の主木を飾るのは赤松の株立ち。大型のこの木は長い間打ち捨てられたような姿で世の中にありました。新年を迎える前に若きスタッフたちの手によって風になびく木となり、そして鉢を変えて見事に床に飾られるまでになりました。再生と発展、まさに新年を思わせる、どんなにみすぼらしくなったものでも、そこから生きる命によって新しい作品となる。まさに盆栽の命の素晴らしさを歌い上げています。風になびくその木の向こうには、昇る朝日が荒波の上に立ち上っています。今年も厳しい荒波の上に良き光あれと願ったこの掛け軸は、明治の大家今尾慶年先生の名作です。そのすぐ下には新年を祝う鏡餅。鏡餅の由来は、もともとは神々に捧げる中心となる神経を餅としてなぞられています。上に乗るみかんは本来は橙、昇る日輪を表すとも言われます。右手の水石、まさに日本大屋島を思わせる山形の石。逸行の明記金曜水盤に合わせた石、日輪、松という新年の格調高い石を作りました。脇飾りは、もうすぐ咲くだろう梅のほころびを見せた古木。その下には雪にかぶる葛屋の香炉。降りしきる東北や北陸の雪景色を思わせる中にも、梅は静かに枯れ木のような枝先に花を咲かせる。これも命の謳歌です。新年を静かに迎える席は、さまざまななぞらえを込めて皆さんをお迎えしています。応接庭園のところにある展示場、盆栽教室の作品展やさまざまな鑑賞会でも使うこの席は、今回新春盆栽展のメインの展示室となっています。冬の寒い風が吹く中でも、さまざまなものを並べたここでお客様が歓談の時を迎える。ある人に言わせると、意地悪なやつだなと言われます。まるで子供の前におもちゃを置くような、つまりいいなというものが山ほど並んでいる。それも皆さんの楽しみだと思ってここに多くを並べています。盆栽はもちろん、水石や掛け軸など内久亭ならではのものが
数多く飾っています。秋の鑑賞会にもここをご紹介しましたが、ご覧ください。秋の掛け軸はもう一点もありません。新春から早春、春へと、そこへつながる使いやすい掛け軸に全部が掛け替わっています。何点かをご紹介させていただきます。心拍の古木。まだ入手して間もないこの木は、完全な姿としてご紹介しているわけではありません。古い斜里感、立ちすくむ静かな姿。この木は日本盆栽協会が登録する貴重盆栽の登録樹という歴史を秘めています。ここからお客様にお世話をさせていただくか、あるいは次なる舞台へ飾るために鉢合わせ、角度、貴重盆栽としての素晴らしい姿へと変貌していく可能性高い木です。そしてその後ろにかかるは、金雲の中に浮かぶ日輪一つ。ごまかしのない端的な絵は、名筆でなければ描けないと言われています。明治36年、百数十年前に丸山応挙一門の最後の一人が書き上げた名筆です。新春盆栽展はまさに新たなる春、その意味を込めて入手して手入れをしたばかりのものも多く、鉢合わせも済んでいないものもあります。この細身の心拍は山鳥の姿。モダンな姿も感じますが、さて、鉢移りがここから楽しみな木です。上にかかる白梅に小鳥、まさに早春を先取りしたような現代絵画の大変素晴らしいもの。いろいろな春物と合わせてみたいですね。中央にかかるこの扇面の絵は、横山大観の一番弟子、太地正観先生が描いた重陽の図。山並みの向こうに浮かぶ静かなかすかな金の日輪。まさに日の本の春を静かに歌うこの軸は、墨絵で描かれているところが、さまざまな盆栽、特に格調高い盆栽に合わせるにはうってつけの掛け物です。右手の心拍は圧倒的な太感を見せる中型作品。みかんの枝を森山義彦先生の振り分け仕事である程度直して、ここから充実の日々を迎えることで、いずれは国風盆栽展へという夢の描ける逸材です。那須御用松の中型作品です。差し枝作りの破傷素晴らしいこの木は、未だ未発表とされていますが、鉢を変えることで国風展まで届くだけの受賞を秘めた名品と言えます。京都で昨年入手し、そこからの仕上げ仕事で今の姿に仕上げました。その後ろには静かな気高い富士の姿。江戸末期から明治期に活躍した画家横山正樹の大変素晴らしい保存状態の良い絵です。内久邸の盆栽展や鑑賞会には水石や器物もあります。ここにある美しい染付は、江戸末期に作られた瀬戸染付の重宝鉢です。丸鉢の多かった江戸期から明治初期、このように重宝の中品型の保存の良いものは激減しています。そしてその後ろには、先ほどもご紹介した今尾慶年先生が残された雨に打たれる中に咲く桜の姿。しだれ桜のつぼみが今まさに咲かんとする中、遠くに見れば
おぼろ月がぼーっと浮かんで見えます。そこにしだれ桜の美しい花色、まだ来ぬ春、ここから少し先の季節も楽しむ材料として、道具として皆様にご披露しています。広い内区庭、その棚場全体には新しく入った木、そして第三培養場と言われる3000坪の中でこの季節を待った季節の木、それらが庭の中に飾られています。新春、なぜか不思議に心改まり、その中で見る常盤の緑や水石、梅の花、いいものです。この季節は盆栽の素晴らしさがとても強く感じます。そのような中で数多くのお客様と出会う機会、それが新春盆栽展です。ぜひ皆さん、冬の間、国風展が始まる中、春咲く梅、新春の楽しみにお遊びにいらしてください。いろいろなものをお届けするわびチャンネル。皆様からのこんなものをやってほしい、こんなものを教えてほしい、私の知識で足りる部分があればお手伝いをしたいと思います。アーカイブもご覧になっていただいて、皆さんとご縁ができることをお待ちしております。本日もありがとうございました。